どうも、K です。今日もご視聴いただいてありがとうございます。今日はですね、ようやく引っ越しが落ち着いたということで、ようやくこう YouTube 動画を撮れるようになったんですけども、見ての通り、部屋もね、まだ何もない殺風景な部屋なんですけども、しかもマイクもね、内蔵マイクで今撮ってるんですけど、こういった、何も揃ってない状況でして、これから徐々にね、この映像や音が良くなっていく過程も、楽しんでいただけたらな、なんて思ってるんですけども、今日はね、紹介しようと思っているのが、2つありまして、まずは、この Lexar の SSD、そして、OWC というメーカーの SSD のケースですね。これなんで買ったかというと、今までのね、制作環境のバックアップを取ったりですね、データの管理をするために、新しくね、導入した、商品です。4テラもあればね、これまでの映像だったり写真だったりね、綺麗に保存できるんじゃないかなと思ってまして、で、さらにね、こっち OWC のこの外部ストレージに関しては、もう超高速で、リードライトできるので、これを今回は実装してみて、実際どれぐらい速度が出るのかっていうのをね、試してみたいなと思ってます。はい。というわけで撮れてるんですかね。ちょっとまだね、ここの部屋の設定だったりとか、ね、全然慣れてないんで、お見苦しい点があるかと思いますけれども、お付き合いください。はい。というわけで、まずは、こっちから開けていきますか。USB-C なんですよ。接続がね。で、とっても転送速度が速い、接続方法なので、こういったね、4TB の SSD とか、かなり高速でデータやり取りできるんじゃないかなと思ってます。では、早速開けてみますか。USB ケーブルも入ってますね。これありがたいですね。この240W のケーブルって結構高いんですよね。これもついてる。これありがたい。で、これマイナスドライバーは、多分これ開けるためのものかな。以上ですね。あとこれ、なんかゴム足かな？入ってました。では早速、これを開けていきましょうか。マイナスドライバーですね。で、この部分に、よいしょ。この部分に SSD が入る感じですかね。こっちの SSD 開けて、ここに入れていきたいと思います。開けてきました。Lexar の NM790 M.2 の SSD ですね。2280っていうシリーズかな。じゃあこの SSD 装填していきたいと思います。まずこのネジを外した方がいいと思うので、これ外していきましょう。はい、外れました。これを入れていきます。OK。で、刺さったらこういう状態になるんで、これをネジで押さえます。はい。これだけです。特に難しい作業はないかな。SSD をここに挿すとき、ファミコンのカセットみたいにちゃんとカシャッと挿してネジで留める。
以上です。熱逃がすためのシートみたいなの貼ってあるんで、こういう感じでいった方がいいかな。スライドさせるんじゃなくて、下はめてから蓋するイメージですね。最後ネジ締めたいと思います。はい。では最後にこのゴム足貼りたいと思います。これで完成ですね。そんなに時間かかんないか。5分もあれば。今喋りながら装填して5分かかったんで。よいしょ。あ、こういうのね、貼る前にこの接続確認ちゃんと読んでるかみたいなした方がいいんですけど。大丈夫でしょう。はい。というわけで完成しました。OWC の IM2 にレクサーの、なんか浮いてるな。4TB SSD 装填完了です。じゃあ早速接続していきたいと思います。というわけでね、ディスクマークでちょっと速度を測ってみたいと思います。ここから選んで、はい。というわけで結果出ましたね。外付けとしてはね、かなり早いんじゃないでしょうか。いい感じですね。はい。というわけで今回紹介したのがこちら OWC の Express 1M2 と、中に入っているのがこのレクサーの MN790 でした。これからね、こう使ってみて本当に不具合出ないかとか、持ち運びもできるのかとか、ほとんど多分家に置いてデスクの上に置いて、映像とかね、写真の素材を、ここで管理していこうかなと思っています。外にね、持ち出すときはなんかポーチにこうピッと入れて持ち運べればいいのかなと思ってます。なんかね、サイズ比較できるといいなと思って、何かちょっと同じぐらいのサイズのものないかなと思ったんですけど、ありました。iPhone。この iPhone とこの OWC の 1M2 がほぼほぼ同じ大きさですね。分厚さはね、もちろんこっちの方がこのヒートシンク分あるんですけど、ほとんど同じ大きさです。SSD 入ってるんですけど、重さもね、ほとんど同じ。というわけで、あれから3日間が経ちました。実際にね、ちょっと使った感想を皆さんにお伝えしたいなと思いまして、今動画撮ってるんですけど、結論から言いますと、最高です。転送速度遅いことがストレスに感じてたんだなっていうことに改めて気づきましたね。本当に100ギガとかの、ファイルとかだと、ものの2、3分とかで移動できますし、めちゃくちゃ便利です。そしてね、ちょっと1個懸念してた熱問題、なんですけど、筐体自体が本当にヒートシンクみたいになってるんで、ほとんど熱持ちませんでしたね。触ってみても熱いとか火傷するような感覚はなくて、ほんのり暖かいなぐらいだったんで、安心して使えるんじゃないかなと思ってます。僕の使い方でいくと、動画の素材だったりとか、音の素材とかをここの SSD に入れて、で、あとダヴィンチリゾルブっていうね、ソフトで編集をしてるんですけど、この映像の編集をしてるんですけど、その映像の素材自体だったりとか、あとはキャッシュファイルって言われる、その編集するときにプレビューするファイルがあるんですけど、そのファイルもこの SSD に保存して、映像を作る全てのデータはこの SSD に入ってますよっていう状態でこれから使っていこうかなと思ってます。なぜかというとね、普段プログラミングをしたりとか、音楽制作をしたりとかするので、そこの容量をコンピューター自体開けておきたいっていうのもありますし、ソフトウェアは、コンピューター、それに使うファイルだったりとか素材に関しては SSD みたいな使い方で運用していくと、OS のアップデートとか、そういうのもすごいスムーズにいくんじゃないかなと思ってるんで、こういうちょっと使い方をね、していきたいなと思ってます。
はい。というわけで、あともう一つね、今回お伝えしないといけないのが、その3日前の動画と変わったとこがあるんですけど、お気づきですかね？はい。そうなんです。マイクが実は変わりまして、前回は内蔵マイクで、とにかくね、引っ越したてで、とはいえ、動画撮りたいタイミングだったんで、慌ててなんか撮り始めたというか、もう引っ越して、部屋も綺麗じゃないのに、まずデータの整理からを始めるみたいなね、状態だったんで、SSD が届いたんですけど、その紹介をさせていただいたんですけど、なんでね、内蔵マイクで撮ってたんですけど、今回は、この、ワイヤレスマイクちょっと持って帰ってきまして、サラモニックっていうところのメーカーのワイヤレスマイクなんですけど、ちょっとこのマイクを使って撮ってみてるんですけど、いかがですかね？前回とは本当に全然違うんじゃないかなと思うので、ちょっとぜひコメント欄とかでコメントいただけると嬉しいです。あとね、このアフター10ミニッツっていう企画で物とかことをね紹介して皆さんとああだこうだコミュニケーション取れたらなと思ってるんですけども、10分間で物やことを紹介して、でまたさらにね10分後、この動画の見終わった10分後に皆さんがどう思ってるかとか環境の変化があったらいいなと思ってるので、この動画が何かのきっかけに、ね、なればいいなと思ってますんで、これからもぜひご視聴いただければ幸いです。というわけで今日はここまでにしたいなと思ってますんで、ぜひまた次回お会いできればと思います。じゃあね。